皆さんこんにちは、フーディーボーイです。熊本といえば観光だったら阿蘇山や熊本城やくまモンがあって見どころたくさんだし、ご当地グルメで言ったら馬刺しや赤牛、海の幸も豊富で旅行するにはたまらない魅力がたくさんの場所ですよね。そんな熊本のご当地グルメや地元の食材を使った熊本ならではのグルメを求めていろんなお店を回ってきました。なので今回は熊本県へ旅行する人は必見の動画になっています。また今回もミシュラン星付きのような高級なお店から低予算でも行けるお店まで幅広い価格帯で紹介していきますので、予算に限りある人でもぜひ最後まで見ていってください。それではお店を紹介していきます。1軒目は寿司千八さん。こちらは花畑町という繁華街のど真ん中にあってミシュラン2つ星を獲得している超人気店です。結論から言うと熊本行きが決定したら真っ先にこちらのお店を予約しておきたいと思うぐらい最高のお店でした。そう思った理由は3つあります。1つ目が開かずのシャリを使って寿司ネタにいろんな仕事を施した江戸前寿司スタイルだからです。僕の動画を前から見てくれてる方はこいつ開かず好きだなーって思ったかもしれません。確かにその通りで、このチャンネルは開かずびいきになりがちかもしれませんが、開かずはパンチが強すぎて苦手という方もいると思います。ですがこちらのお店はふんわりと開かずが香るという程よいシャリだと思いましたので、繊細な旨味の白身系の良さもしっかり体感できるような感じになっています。また寿司新という東京の西麻布にあるお店で修行をされていたそうで、伝統的な江戸前の仕込みがベースにあってネタの良さを引き出すような仕事がしてあります。2つ目が熊本ならではの素材のネタが出てくるからです。ネタのほとんどは熊本近海で採れた魚を使用しており、まさに地産地消を体現されています。3つ目がコスパ最強だからです。ランチは1万円ポッキリの握りのみのおまかせコースもあって、今回は僕もそのコースにしてみました。1万円のランチというと超高いじゃんって思った方もいると思います。ですがミシュラン2つ星レベルでこれだけ素材も技術もすごいお店でありながら1万円という価格設定のメニューを設けているお店は全国探してもあんまりないと思います。具体的に今回食べた中で特に美味しかったものをいくつか紹介します。まずはサワラ。こちらは玉ねぎ醤油につけてあります。まるでオニオングラタンスープや飴色玉ねぎのようなメイラード反応の香ばしくて甘い匂いが一瞬で嗅覚を占領していきます。サワラ自体も油はしっかり乗っていて、玉ねぎの甘い香りに旨味が全く負けていないです。また食感としても漬けたことで表面はとろみがある舌触りで、歯ごたえはふわふわに仕上がっていて官能的な味わいです。次はトコブシと肝のリゾット。こちらは千八さんのスペシャリテだそうです。ちなみにトコブシはアワビにそっくりですが、微妙に別物でトコブシが大きくなってもアワビになるわけではありません。このリゾットが絶品で、トコブシの肝だけではなく卵黄を混ぜたソースを開かずのシャリに絡み合わせているので超濃厚な旨味があります。よくアワビの肝を伸ばしたソースはいろんなところで見ますが、卵黄を混ぜ込んでいることでまろやかさと濃厚さが桁違いになってます。またトコブシはアワビと言われてもわからないぐらい肉厚で大ぶりな身で食べ応え抜群でした。その身の上には胡椒がかけられており、濃厚なリゾットと胡椒の鋭いアクセントが相性抜群で少し洋風な味わいも感じられました。またこちらの煮ハマグリは半生で最高でした。ハマグリ本来の味を感じさせるような優しい味付けで強い磯の香りを直感的に感じます。そして噛み締めるともぎもぎとした食感で半生ならではの食べ応えが抜群です。肝の深い旨味の味わいや身の甘さなどが複雑に重なり合って贅沢な旨味で口いっぱいになります。熊本の海の幸で極上のお寿司を食べたいと思う人はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。2軒目は小六さん。こちらは熊本駅からはバスで 3,40 分ほどの少し離れたところにあるお寿司屋さんです。ですがバス代と移動の時間をわざわざかけてでも行きたい最高のお店だと思いました。その理由を簡潔にお伝えします。先ほどのお店もコスパ最高と紹介しましたが、こちらはさらにお手頃価格で食べられちゃいます。ランチ限定コースは 6,600 円という価格でありながら、基本的に大ぶりかつ丁寧な仕込みがされた上質なネタが出てきて、ウニや大トロといった豪華食材も出てくる大盤振る舞いです。ちなみにこちらのお店でもウニとマグロ以外は基本的に地元の魚を使用しています。さらに伝統的な江戸前の仕事とは違って、このお店でしか見たことないような独特で創意工夫のある創作っぽい仕上げも楽しめたりして最高の体験ができました。いくつか食べたメニューを紹介します。まずはヤリイカ。柚子胡椒が間に入ってその上に醤油で味付けがされているのですが、塩味や胡椒のパンチは強すぎず、柚子の柑橘系のスッとした爽やかな香りが醤油とイカと絶妙にマッチしています。確かによく考えたらイカにすだちの果汁を絞ったり柚子の皮を削ったりしているお店があることを考えたら理にかなっていると気づかされますね。イカ自体も柚子胡椒に負けじと十分な歯ごたえと噛むほど出てくる旨味でしっかりと主張してくれます。次は漬けマグロとガーリックチップの巻物。こちらは邪道のように思えるかもしれませんが、これが相性抜群で、こちらのお店へ行って以来家でもガーリックチップをわざわざ買ってマグロと合わせるようになったほど個人的に気に入っちゃいました。実際にニンニクと醤油と油っていう組み合わせで中毒性の高いものって多いですよね。例えばラーメン二郎とか家系ラーメンとかもその延長線上じゃないでしょうか。次は大トロ。王道ネタのこちらはアイルランドの本マグロです。なんだ外
外国産かよって思った人もいるかもしれませんが、実はアイルランドの本マグロは日本よりも温度の低い極寒の海に耐えていることから身が引き締まっていて脂が良質とのことで評価が高いです。ちなみにアイルランドはイギリスのすぐ近くにありますが、イギリスとは違って物価も高くなくて海鮮料理がしっかりと美味しかった記憶です。大トロの話に戻ると、味わいとしてはプリッとした引き締まったような食感の後にサラサラーっと脂が溶けていきます。見ての通り細かく隠し包丁が入れてあって、しっかり醤油が乗っかるように工夫されているひと手間もすごいですね。これをやらずに醤油を塗っても油が弾いちゃってうまくマリアージュされないっていうこともあります。次はバフンウニ。年々価格高騰し続けて、しけ、つまり不良であんまり取れないっていう事象も最近は続いてた中で、函館産のものをほぼ原価で提供してくれているそうです。確かにそうじゃないと6600円のコースの中にどう頑張っても収まらないですよね。大量のウニは苦味のない独特の磯の香りと甘みのある旨味がとても濃厚で、それがパリパリの海苔とシャリで混ぜ合わさって鼻の奥から余韻が抜けていきます。どれぐらいパリパリかは実際に食べた時の音をお聞きください。次はイクラ。気を抜けば手からこぼれ落ちそうなくらい贅沢な量が乗せられています。イクラは塩漬けされていてこれほどの量なので濃厚な味わいですが、くどくさせないために薄切りのキュウリが添えられています。このキュウリが過度に水っぽくなくて、イクラを全然邪魔させずに最後にふわっと爽やかな青い香りを漂わせる感じで、調和が最高に良かったです。本来キュウリとイクラはこういう風に合わせるもんなんだと実感しましたね。具体的にどことは言えませんが、安いところでよく見るイクラとキュウリとは全然違いますね。コスト低減を目的にイクラの量を少なくしてキュウリでかさ増しして儲けてやろうなんていう卑しい目的の人がいれば、キュウリはそういう使い方じゃないぞと反省してほしいですね。立地のせいもあってか、あまりまだ食べログ上でも知られておらず、今なら予約が取りやすい超穴場のお店ですね。熊本ならではの食材を使いつつ、ここでしか味わえない唯一無二の握りを食べてみたい方はぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。3軒目はムツゴロウさん。熊本といえばやはり馬肉が食べたいですよね。こちらは馬肉を中心に熊本の郷土料理を一通り食べられるお店です。1軒目の千八さんと同じく花畑町のど真ん中にあります。馬刺しはもちろんのこと、焼いた馬肉も美味しいと評判の有名店です。いくつかその日食べたメニューを紹介します。まずは馬刺し。すべて部位としてはバラ肉なのですが、切り方によって微妙に刺しの入り方が違うものがいくつかあります。まず赤身っぽいところはもちっとした噛み応えに生肉らしい官能的なしっとりツヤツヤの舌触りです。今まで東京で食べてきたものとは明らかにレベルが数段違う強い旨味を感じます。脂身の部分は見ての通り醤油をしっかりつけてもまるで撥水加工されているかのように弾きます。こちらは油の旨味が口の中で溶け出したと思ったらスッと消えてなくなるような儚さを感じるほどあっさりとした油でした。その中間に位置するような脂身も赤身もバランスのいいところは両方のいいとこ取りといった感じですね。また九州の醤油や馬刺しの醤油ってめちゃくちゃ甘ったるいイメージだったんですが、こちらの醤油はほんのり甘みを感じる程度で馬刺しの旨味を邪魔せず脇役に徹しています。中にはまだ温度が冷たすぎる部分もあったので、生ものだからと慌てずに少し柔らかくなるまで他の料理を楽しみながら温度が上がるのを待つとちょうどいいかもしれません。待っている間にいただいたのはこちらの馬肉の串焼きです。サラサラとした油が水のように溶け出していて、油の焼けた香りが食欲をそそります。この流れ出る油ですが、和牛の脂身やホルモンのようなこってりとした油というわけではなく、どちらかというと旨味が凝縮された肉汁といった感じで、すごい口当たりも余韻もさっぱりとしています。さらに上にかかる酸味が優しめの酢味噌で、その大量の肉汁をまろやかに調和してくれるので、飽きることなく何本でも食べられます。これだけ油たっぷりでも弾力があって噛み応えも抜群です。噛めば噛むほど味わえるジューシーな旨味は、馬肉は淡白で刺身なら美味しいけど焼いたらあんまり美味しくないよねと思い込んでた僕の固定観念を覆しますね。次はレバ刺し。ごま油と醤油を混ぜたものにつけていただきます。馬のレバ刺しはもともと超希少部位ですが、牛のレバ刺しが禁止されてからさらに価値が高く感じますね。しかし牛レバとは違うのは鉄分っぽい臭みが全くありませんでした。むしろ爽やかさや華やかさすらも感じるような味でした。レバーが嫌いな人でもムツゴロウさんの馬のレバ刺しなら食べることができるんじゃないでしょうか。さらに馬肉のメンチカツなんてのもあります。見ての通り馬肉の焼き物は肉汁が溢れ出てすごいことになってますね。厚めの衣をザクザクと切り込んでいき、爽やかな酸味の効いたデミグラス風ソースをたっぷり浸して口に入れれば、ジューシーかつボリューム感満載のたまらない食感があります。馬肉というとヘルシーで淡白なイメージですが、こうやって肉汁たっぷりでジャンキーに食べるのもいいですね。熊本といえばの馬肉を美味しく食べたい人はとりあえずこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。ちな
なみに地元の人に馬肉を美味しく食べられるお店はないかと色々聞いてみたんですが、どうやら地元の人はお店に行って食べるというよりも家で食べるという人が多かったですね。もしかしたらたまたまかもしれませんが、熊本名物の馬肉を美味しく食べられるお店はたくさんある気がするので、他にもおすすめのお店を知っている方はぜひコメント欄から教えてくださいね。4軒目は味一切れさん。熊本名物の赤牛や馬刺しを食べられる元肉屋さんの店主さんがやっている焼肉屋さんです。そもそも赤牛っていうのは赤毛和種、つまりよく見る黒毛和牛とは毛の色が違くて赤色の毛をしている牛のことです。熊本では主に阿蘇地方で放牧されていて、赤身が多く赤身の肉々しい旨味、適度な脂肪分、柔らかさが特徴的でヘルシーです。さらに通常の和牛よりも赤身の部分にタウリンという成分が多く含まれているそうで、例えばアルコールによる肝機能障害の改善や血圧などにも良かったりするみたいですね。なのでいつもより少し調子に乗ってお酒を飲んでも大丈夫そうですね。基本的に赤牛は全部旨味が強くて美味しかったですが、中でも特に美味しかったものをいくつか紹介します。まずはヒレ。盛り合わせの中ではこちらが一番好きでした。油が全くないはずなのにめちゃくちゃ柔らかくて旨味も強いです。普通の脂身のある肉なら食べた後に油が口の中で残って、それで旨味の余韻、つまり後味として残り続けるっていう感じですが、こちらはそもそも油が全然ないのに食べ終わってお酒を飲んで口直しをしたにもかかわらず、ずーっと旨味の余韻がまだそこにいるかのように残り続けていました。そのおかげで淡白なのにどんどん食欲が刺激されていきましたね。また赤牛のタンの炙りも絶品でした。ヒレと比べるとさすがに油は少し乗っていると分かりますが、やはりこちらも旨味が非常に強くて余韻がしっかりと口の中に残る感覚があります。美味しいタンといったら厚切りで油がじゅわーっと溶け出していくというようなイメージがありますが、赤牛のタンはそれらとは全く違う美味しさで固定観念が覆されますね。また油が最低限に抑えられて胃もたれしないため、何枚か食べると飽きてしまうといったことが全くないですね。他にも赤牛の焼肉だけではなく馬肉のハラミ刺しという超希少部位なんかもいただけます。これが今まで食べてきた馬刺しの中でもダントツに美味しかったです。こちらの店主さんがこだわって朝どれのハラミしか使用しないそうです。普通の馬刺しは一旦冷凍するのが必須らしいですが、馬のホルモンだけは冷凍不要らしく、当然ホルモンにあたるハラミも一度も冷凍せずに超新鮮な状態で提供できるそうです。そんな超希少なハラミは全国を探しても取り扱っているお店はなかなかないとのことです。実際に食べてみると新鮮なので保水量がとても高く、食感はブリッブリのツヤツヤです。またご覧の通りきめ細かい肉の繊維がほどけそうなくらい柔らかい形状になっていて、噛んだらザクザクと歯切れよく食べ進められます。他の馬刺しの脂の乗った部位や和牛とかと比べても断然こちらの方が旨味も強くディープなインパクトを残してくれました。熊本でしか味わえない唯一無二の肉を食べてみたいという方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。5軒目は焼肉須藤さん。こちらは熊本の黒毛和牛を中心にテーブルごとに焼き師さんが1人ずつついて目の前で焼いてくれるスタイルの焼肉屋さんです。ちなみに博多にも支店がありますが、こちらが本店となります。東京などの大都会に住んでる人からしたらこういう焼肉屋さんも別に珍しくないかもしれませんが、赤牛をどうしても食べたいというこだわりがなかったりロケーションを考えたら大都会から来る人も行く価値ありだと思いました。というのも実はこちらは窓際の席だったら熊本城を見ながら食事ができちゃいます。見ての通り小さくもしっかりとライトアップされた熊本城が夜でも見えますね。どうやら熊本城を見ながら上質な食事ができるお店はこちらを除いてあまりないそうです。なのでロケーションとしては抜群ですね。また今回は一番安くて最小限の5500円のお肉の盛り合わせコースを頼んでみましたが、和牛はもちろんのこと天草大王という地鶏などもいただけて熊本を満喫できた感じがして良かったです。ちなみに天草大王というのは鶏よりも一回り大きいブランド地鶏で、食感は筋肉質で弾力がすごくて噛み応え抜群です。それに焼き師さんの技術もあってかパサついた感じはなくてしっとりとしています。他にもハラミは近江牛を使用しており、熊本の和牛ではありませんがその代わり仕入れのこだわりがすごかったです。どうやら下処理の段階から水で洗わず丁寧に拭き上げているそうで、そうすることで余計な水を吸わずぐっと凝縮された旨味を楽しめるというこだわりがあるそうです。またサーロインは熊本の黒毛和牛でほどけるような柔らかさで旨味も強くて文句なしに美味しかったですね。また旨味を引き出すためにゆっくりと低温調理するように焼き上げるというのがポイントらしいです。店員さんが焼いてくれることで自分で焼く手間が省けるっていうだけで価値を見出しているあるあるの焼肉屋さんとは違って、しっかりと焼きの技術とこだわりがあってどう見ても自分で焼くより確実に美味しくさせてくれると実感できるのは嬉しいですね。赤牛じゃなくて王道の黒毛和牛を食べたいっていう方や雰囲気も重視したい方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。6軒目は洋食の店橋本さん。こちらは洋食というジャンルで世界初のミシュラン星付きになった歴史あるお店だそうです。今回は名物で飲めるカレーと噂のカレーを食べに行きました。本当は色々たくさん食べてみたかったんですが量がめちゃくちゃ多いので最小限のカレーのディナーのメニューにしました。カレーといったら1000円前後の価格帯というのが相場かと思いますが、こちらはなんと約4倍近くします。ですが先に結論を言うとその価値は大いにありだと思います。
ました。出てきたメニューを簡単に紹介します。まずは洋風の茶碗蒸し。こちらは冷たい茶碗蒸しで辛みの優しいマスタードがかけられています。中をすくってみると、茶碗蒸しに忍ばせるにはあまりにもごつすぎる巨大なアワビが丸ごと入っています。もちろん肝もそのままブリッとついていますね。磯の香りと旨味がたっぷりで食べ応え抜群の茶碗蒸しでした。メインを食べる前ですが、こんな豪華食材の茶碗蒸しがついてきちゃうなら価格にもすでに納得ですね。次はスープ。優しい野菜の甘みのある出汁とキノコの香りが漂います。次に出てくるメインに向けて胃腸を整えるのに最適な味わいです。そしてこちらがメインの煮込みカレーです。ご飯はバターライスになっています。食べる前から白米とバターの甘い香りにオニオンフライの香ばしい匂いとハーブの香りが混ざって官能的な湯気で脳が溶けるような感じですね。ちなみにライスの分量は決まっておらず、おおよそ食べきれないであろうという量を測らずに豪快に持っていく大盤振る舞いのスタイルだそうです。しっかり煮込んである肉はホロホロと崩れるように柔らかく、旨味は強烈です。まるでプライムリブステーキを煮込みましたと言わんばかりの食べ応えですね。こちらのカレーのルーは野菜やビーフの旨味とスパイスの香りで味わえるようになっているからか、塩がそんなに入っていないのではないかと思います。それによって口当たりや飲み口がまろやかで優しくなり、飲めるカレーと言われるようになったのではないかと思います。さらに所々で小さめの干しレーズン、長くカットしたイタリアンパセリ、カルダモンのような香り高い異国のスパイス感も感じて、重層的で複雑にいろんな味わいを口の中で感じられるカレーでもあります。あまりにも完成度の高い調和と玉ねぎやライスの甘みで気づきづらいのですが、実はスパイスはしっかりと効いていて、食べ進めていくほどにじわじわと辛さを感じて体が熱くなってきます。そして気づいたらあっという間に完食ですね。多少お値段を張っても卓越した調理技術で最高レベルに完成度の高いカレーを食べてみたいっていう方はぜひ一度こちらへ行ってみてはいかがでしょうか。7軒目はぬた屋さん。こちらはうなぎ屋さんとしては珍しくお任せコースのみという提供スタイルのお店です。なぜ熊本でうなぎなのかと疑問に思った方もいるかもしれません。確かに熊本でうなぎは特に名産というわけでもなく、こちらは鹿児島の大隅のうなぎを使っていたりするそうです。ですがこちらのお店でしか食べられないような斬新なメニューがあったり、いろんなうなぎの食べさせ方を一通り楽しませてもらえるので、うなぎ好きにはたまらないお店です。しかも生きたうなぎをその場で一からさばいて出してくれます。例えば白焼きはお好みで香り高い本わさびや黒七味をつけてスパイシーにしたり、すだちをかけることで爽やかにするなど様々な味変をしながら味わえます。ちなみに味変だけではなく、皮と身の際の部分を剥がす手間を加えることで臭みを取り除ける上に油が通常よりもよく落ちて、うなぎ自身の皮が揚げ焼きのようになってさらにパリパリにするという一手間も惜しんでいません。そこからさらに手を加えて蒸してからまた焼くという食べさせ方もさせてもらいます。こちらは外側はカリッとしたまま、中はさらにふわっとした食感に仕上がっています。他にもうなぎを揚げてチキン南蛮風に再構築したかのようなメニューもあります。ただ変わった調理をしているだけじゃなくて調和が良かったです。詳しくは食べてからのお楽しみにしておきましょう。またこちらの金色色のイクラのようなヤマメの卵なんかも出てきてびっくりしちゃいました。気まぐれクックさんの動画でちょくちょく見かける希少なやつですね。動画を見てから一度は食べてみたいなと思ってました。またメインのうなぎのかば焼きでは土鍋で炊いた香り高くて粒立ちのいい白米も最高に美味しいです。締めの肝水なんかはすっぽんで出汁を取った旨味が濃厚なスープになっています。食べログなどではまだあまり知られていないので評価はまだついていませんが、予約が取りにくくなるのは時間の問題ではないでしょうか。熊本へ行くけど鹿児島までは行かないという方や、うなぎが大好きで贅沢にいろんなうなぎの食べ方を味わってみたいという人はぜひ行ってみてください。8軒目はおでん松村さん。こちらはなんとも珍しくミシュラン一つ星を獲得しているおでん屋さんです。店主さんは関西の料亭で修行されていたそうで、おでん以外にも魅力的な一品物がたくさんあります。ですが今回はお腹のキャパが厳しかったので、おでんだけいくつかいただきました。まずは名物の半熟卵のおでん。卵は完璧な半熟度合いで、出汁は卵のまろやかさを引き立てるような優しくも深みのある味わいです。また九州だと出汁は結構甘いのかなと勝手に想像していたのですが、甘みは本当に微量で、関東の甘みがない出汁に慣れた人の舌にも合うんじゃないでしょうか。ちなみに基本の出汁はほとんどのメニューで変わらないそうですが、具材ごとに味付けや濃さを少しずつ調整されて提供されているそうです。次はタコ。こちらはさっと茹でてプリップリな歯応えに仕上がっています。実山椒のピリッとした香りのアクセントがお酒を誘いますね。次はさえずり。これはつまりクジラのタンのことで、魚の血合いと赤身肉を足して2で割ったような力強い旨味が特徴的です。口当たりはふわとろで柔らかいのですが、芯を噛むとまるでホルモンのような弾力でずっと旨味が滲み出続けるような感じです。熊本でおでんと言われても旅行者的には響かないかもしれません。ですがここにしかないだろう珍しいおでんが食べられることや、ミシュラン星付きシェフによる絶品の出汁と素材で作ったおでんや、熊本ならではの小料理を比較的リーズナブルに食べられることを考えたら、旅行で来てる方でも行く価値はありだと思います。和食や日本料理が好きな方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。9軒目はバーステイツさん。花畑町の繁華街にあって素敵なお酒が楽しめるバーです。若干くどくどした紹介の最後には、ご当地フルーツで
作る爽やかなカクテルでさっぱり締めさせてください。ただただ高いフルーツを混ぜてるだけで味がぼやけてるっていうようなフルーツカクテルを出すバーもよくありますが、こちらはそんなことは全くありません。果実味を引き出しつつお酒との調和が心地よくて、無限に飲めると錯覚しちゃうようなフルーツカクテルを出してくれちゃいます。特に美味しかったのがこちらの大衆柿のフルーツカクテル。見ての通りバカでかい柿で作ってくれます。僕のげんこつよりも大きいですね。アマレットというアンズのお酒とスパイシーなラムのバカルディとともに混ぜ合わせているため、とても濃厚かつまろやかでとろみもあって官能的な甘さを醸し出しています。大きな四角いアイスがグラス内の温度を徐々に冷やしていくので、飲み始めとの温度のコントラストも味わえて最高です。気分よく素敵な夜を過ごしたい方はぜひこちらで締めの一杯を飲んでみてください。以上が熊本旅行でおすすめのお店9選でした。美味しそうだな、行ってみたいなと思った方は高評価とコメントをよろしくお願いします。今後もこのチャンネルを見たいとか、このチャンネルを応援したいと感じた方はチャンネル登録もお願いします。それではまた。